そういうもの。こんにちは、ちえです。ダイヤル11一時帰国編。今回は私の生まれ故郷、熊本県の人吉球磨地方を紹介します。人吉球磨というと、熊本県の熊の字を想像される方が多いですが、実は玉を磨くと書きます。熊本の南部、三日月型の盆地に立地していて、ご覧の通り田園風景がとてものどかな田舎です。最初にご紹介するのは人吉市の歴史スポットの一つ。人吉は相良氏が670年の長きにわたって統治する城下町でした。廃藩置県によって廃城となった後は西南戦争で西郷軍の拠点となり、建造物は全焼。現在は城壁が残るのみですが、公園として整備され、観光客や地元の人々に親しまれています。神社の横の階段から三の丸へ向かいます。なかなか癒しあふれる階段ですが、そんなに長くはありません。開けた場所に出ました。こちらが三の丸です。かつてはこの上の二の丸に藩主の御殿が置かれていました。三の丸の北側へ行くと、人吉市を一望。小学生の頃の遠足はもっぱらこの三の丸でした。でも今は人の出入りが少ないようで、以前より草がぼうぼうに生えています。人吉城の川沿いの入り口は工事でまだ封鎖中。そして護国神社のすぐ横には仮設住宅があります。2020年7月3日から4日にかけて記録的な豪雨が人吉球磨地方を襲いました。球磨川やその支流が氾濫し、広範囲にわたって甚大な被害が発生しました。2年経った今も豪雨災害の爪痕が生々しく残っています。父に車で案内してもらいました。夏目友人町の聖地のところですよね。そうだね。全部家があったのここ向こう側に。みんなこの家がなくなって草場だって。もう家があったの。これ本当両脇にずっと家がついてたんだから。物産館でお土産がいっぱいあった、ね。本当だ。うわ、ここまで来たんだ水が。でも結構上に見えるけどね、球磨川より。いや、すごかったね、こっちの方は。もうだって人吉から見たらものすごく下がってるもん。そっか。遮断機が壊れてる。折れたまんま、雑草ぼうぼう。その人全部の使った人だよね。線路は全部めちゃくちゃやられてるからね。うわー、線路がひどい、本当に。ひどいでしょ。ほら。うわー、ひどい。
私は情けないことに被災前の景色がどんな風だったか必死に記憶をたどっても思い出せなくなっていました。建物や街並みと一緒に記憶や思い出も一瞬で失われてしまったような気持ちになりました。雨が小降りになったタイミングで人吉市で最も有名な観光地の一つに連れてきてもらいました。青い阿蘇神社は阿蘇神社の御祭神12神のうちの3神の分霊を祀ったのが始まりとされています。1200年以上の歴史を持ち、2008年に熊本県初の国宝に指定されました。この青い阿蘇神社も大変な被害を受けました。蓮池に架けられたみそぎ橋は今もまだ再建工事中です。しかしこちらの立派な楼門やさらに拝殿も被害を受けたものの荘厳な佇まいをしっかり維持しています。災害でたくさんのものが失われた一方で、姿を変え復興のシンボルとなったものも少なくありません。そのうちの一つがこちら、2021年7月にオープンした八千場です。人吉球磨で100年以上の歴史を持つ球磨川下り。八千場はその名の通り、この球磨川下りの船の出発施設でした。豪雨災害で壊滅的な被害を受けましたが、建物を近代的にリノベーションし、観光拠点として生まれ変わりました。中にはまず地元の製品を中心に取り揃えたひとくまストアがあります。素敵な製品ばかりでお土産を買うのにぴったりです。そしてこちらは九州パンケーキカフェ。九州の素材で作られたふわもち食感のパンケーキが人気です。川沿いのテラス席からは球磨川と向こう側の人吉城市を見渡せます。ここ数日雨が続いていたので川が濁っていますが、普段は綺麗な農緑です。球磨川は人吉城の天然の外堀で、かつては川に面した門と城下町を船が行き来していました。豪雨災害以降、球磨川下りはまだ休業中ですが、ここと人吉城市の間を遊覧するバイカの渡を運行しています。また球磨川でのラフティングやガイド付きのサイクリングツアーなども実施しています。さて次は地元出身の私も初めて行く観光スポットです。こちらはもともと人吉海軍航空基地資料館として運営されていた施設ですが、2021年3月に秘密基地ミュージアムの愛称でリニューアルオープンしました。最初に出迎えてくれるのがこちら、93式中間練習機、通称赤とんぼ。すごく大きいですね。かなり迫力があります。こんな風に上からも見学できます。パイロット席の中まで見えますね。赤とんぼは当時の海軍飛行予科練習生が整備や飛行の練習に使っていた機体だそうです。ところで人吉球磨地方は海から遠く離れた内陸部に立地しています。一体なぜ海軍の基地が山の中に作られたのか。実はこの基地は海岸部の特攻基地への中継基地として、そして航空訓練地として運用されていたそうです。アメリカ軍が予定していた九州上陸計画、通称オリンピック作戦の実施に備え、日本側の作戦拠点として基地を拡張、秘密裏にたくさんの地下壕が作られました。しかし作戦が実施される前に終戦し、基地はひっそりと閉鎖。たくさんの地下壕はその存在も忘れ去られ、地元の人たちにもただの防空壕だと思われていたそうです。なるほど、だから秘密基地なんですね。地元の郷土史家たちの研究によってその存在が明らかになったのはなんと2015年、つい最近のことです。当時の様子を伺える貴重な場所として70年もの時を経て注目されることになりました。この地下壕の一部をガイドツアーで見学できます。この先はネタバレになってしまうので紹介できませんが、素晴らしい保存状態でまるで当時にタイムスリップしたような気分が味わえます。ガイドさんの説明も素晴らしく、当時の予科練生たちの存在がなんだか身近に感じられる素晴らしいツアーです。ここに来たらぜひ参加してみてください。最後に地元民も太鼓判を押す人吉球磨のおすすめレストラン3点をご紹介します。
こちら私の知る限り人吉で最も行列のできるレストラン。県外からもファンがたくさんやってきます。まずこちらうな丼。そしてもう一つうな重です。外側はパリッと焼いた九州式、分厚いお肉はかなり食べ応えがあります。九州らしい甘めのタレが濃厚なうなぎと絶妙に絡んで、もう絶品です。お昼時に来ると結構並びますが、午前10時台が狙い目です。人吉に来たらぜひ味わってください。2点目は丘の上の隠れ家レストラン。緑あふれる庭園の中に佇む素敵な邸宅レストラン。床は重厚な石畳。大きい窓から自然光がたっぷり降り注いで、とても清々しい空間です。そして球磨川と人吉市を見下ろす最高の景観。地元の新鮮な野菜やお肉を使った美味しいお料理がいただけます。こちらは和牛のステーキランチ。とっても柔らかくてジューシーなステーキが最高です。そしてこちらは煮込みハンバーグ。チーズが乗ったふわふわのハンバーグ、たまりません。ランチメニューにはこちらの見た目もとっても綺麗なサラダと、コーヒーか紅茶かハーブティーもついてきます。食後はぜひ綺麗なお庭も散策してみてください。3点目は食と雑貨を楽しめるカフェ。こちらは名前の通り仏教の禅をテーマにしたカフェです。併設のショップには禅に関連した素敵なグッズがたくさん揃っています。そしてカフェスペースではオリジナルの抹茶やコーヒー、地元素材のスイーツがいただけます。こちらは抹茶のかき氷。白玉とあんこ、そして人吉球磨の象徴でもある三日月の琥珀糖が添えられています。味もとっても美味しいんですが、この見た目の可愛さにもテンションが上がりますよね。オリジナルの抹茶もいただきました。こちらお椀を自分で選べたり、お茶を自分で立てるのもお楽しみポイントです。難しいですね。細かい泡がなかなか立ちません。瞑想グッズのシンギングボールがありました。こちら鳴らしてもいいそうです。こうなってる。お、すごい。お、広がった。まだね。地元愛もあって本当はご紹介したいお店がまだまだたくさんあるんですが、キリがないのでここまでとします。司馬遼太郎が日本で最も豊かな隠れ里と称した人吉球磨地方、まだまだ大変そうではありますが、復興に向けて元気に頑張っています。九州にご旅行の際はぜひ候補地に加えてみてください。して